何これ綺麗すぎる。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。最高の 4K ゲーミングモニター、イノクン 27MV になります。4K ゲーミングモニター。こちらのゲーミングモニターなんですが、他のメーカーでは20万円以上するような性能のモニターが、10万円台で買えるというモニターなんですよね。このモニター10万円以上するの？はい。まさか、買ったんじゃ？もちろん、案件です。ということで今回はこちらのモニターをレビューしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということでまずはこちらのモニターの価格からいきたいと思います。こちらのモニターは現在 Amazon で12万5000円で販売しているモニターになります。12万。ただタイミングによって1万5000円分のクーポンがあったり、先日は80個限定で8万5000円になったりしてるみたいです。でも価格以上にこのモニター本当に色々すごいので、早速ご紹介していきたいと思います。それでは開封をしながら今回レビューするモニターについて話していきましょう。イノくんのモニターはこのチャンネルでも何回かレビューさせてもらっているのですが、今回のモニターは色々とすごいです。こちらのモニターなんですが、2019年に LCD パネルのシェア世界5位の台湾 au オプトロニクス AUO が生産を始めた、最新世代の Q.AHVA 量子ドット搭載のファスト IPS パネルを搭載しています。量子ドット技術を搭載したおかげで、表示可能な色域は DCI-P3 カバー率と Adobe RGB カバー率どちらも 99% をアピールしており、さらに広い REC2020 カバー率は推定 85% となります。2304個のミニ LED を使った、115にゾーン分割のフルアレイローカル超高方式を採用しています。フレームレートは最大 160Hz なので、FPS ゲームにも使えるモニターです。ディスプレイポート接続時のみ、AMD フリーシンクまたは G-Sync 互換モードを使えますが、他社メーカーにあるようなゲーマー向けの機能、暗所補正などは対応していません。ディスプレイ HDR1000 認証を取得しており、これがまたすごい明るくなるので後ほど見ていきましょう。こちらの外箱なんですが、27インチの割には大きめのサイズです。開封は上部側から開けていきます。1段目には付属品が入っており、2段目にはパネルが入っておりました。梱包はそれぞれのパーツに合わせて型抜きされているのでしっかり梱包されています。それでは付属品を見ていきましょう。こちらはクイックインストールガイドになります。こちらは工場出荷前の色域度検査の結果が入っていました。色域カバー率は最も一般的な規格 sRGB で 100% をカバーしており、HDR コンテンツで重要なシネマ向けの規格 DCI-P3 を 98.6% カバー。写真編集などのクリエイターで重視される Adobe RGB 規格のカバー率は 98.2% になります。続いては電源アダプターになります。電源は、内蔵型ではなく外付けで最大 240W 出力のアダプターになります。付属品のケーブル類は、USB Type-C ケーブル。USB ハブ機能を使うのに必要な USB 3.0 Type-B ケーブル。HDMI 2.1 ケーブル。ディスプレイポート 1.4 ケーブル。映像出力に使える HDMI 2.1、DP1.4、USB Type-C ケーブルが3本付属しています。USB Type-C ケーブルは最大 90W の USB 給電や、DP オルトモードによる映像出力最大 4K120Hz に対応しています。付属品のケーブルもここまで入ってると新たに買う必要もないのでいいですね。それでは組み立てていきましょう。シュラララ。イノくん 27MV の組み立ては他のゲーミングモニターと同じく、シンプルで簡単なドッキング方式です。まずは台座とアームを取り付けていきます。スタンドを取り付けて土台のネジを固定します。ネジに指で回せるフックがついているので、ツールレスなのはいいですね。モニター本体にスタンドを差し込んだら完成となります。組み立ては本当に簡単ね。では外観を見ていきましょう。こちらがモニターそのものとなります。シルバー塗装のプラスチック外装でできています。私は普段黒縁のモニターを使っているのですが、シルバー色だとモニターそのものも明るく見えますね。ベサマウントは 100×100mm 規格なので、一般的なモニターアームにも対応しています。モニターだけの重量は約 6.6 クグになります。高さ調節は 120mm で調節ができます。かなり下の方までモニターを下ろすことも可能です。スイベルは15度対応で、左右合わせて30度の首振りが可能です。角度調整は、上方向へ20度、下方向へ5度まで対応しています。垂直の首振りも対応しており、左右どちらでも90度のピボットが可能です。画面右側の下部にボタンが配置されています。右から電源ボタン、入力切り替え、音量、輝度、OSD 設定となります。ベゼル幅は約 7.2mm だったのでそこまで気にならないかなと思います。背面のライティングはこんな感じでした。
こちらのライティングについてもモニター内から設定が可能で、色の指定、点灯タイミングやパターン、消灯も可能です。私は普段壁に向かってモニターを置いているので、後ろの LED って気にならないんですが、皆さんは背面 LED って気にするんですかね？画面右上のこちらは輝度センサーで、周囲の明るさをセンサーで検知して、自動調光を行います。最初は自動調光はオフなので、設定する必要があります。では実際に使用していきましょう。ディスプレイポートでパソコンに接続すると 4K 解像度 3840×2160 で最大 160Hz まで対応となっています。ちなみに HDMI2.1 だと 144Hz が上限なので、メインモニターとして使う場合はディスプレイポートがおすすめです。モニター右下のボタンで様々な設定をすることが可能となります。音量と輝度と入力切り替えはワンクリックでのショートカットができますが、その他の項目は一番左の OSD 設定からになります。オスド設定も見ていきましょう。まずはプロの項目。こちらでは標準モード sRGB モード Adobe モード DCI-P3 モードなどが選択できます。続いてピクチャ設定。こちらは輝度やコントラスト、HDR などを設定できます。続いてゲーム設定。こちらではゲームに合わせたモード類の設定ができます。初期状態では全てオフになっています。続いて PIP/PBP。PIP/PBP。PIP とは日本語でピクチャーインピクチャーといい、異なる2つ以上の入力ソースを1つのモニターで重なるように画面を表示させることができます。イメージで言うとこんな感じになります。2つのデバイスからそれぞれ画面表示されるのですが、右上にある小窓の画面が2つ目のデバイスになります。PBP とはピクチャーバイピクチャーの略で、異なる入力ソースを2画面に分割で表示できる機能のことを言います。一つのモニターでデュアルモニターかそんなイメージになるかと思います。ただPVPに関してはウルトラワイドモニターとかの方が使いやすいと思います。続いて OSD 設定。OSD はオンスクリーンディスプレイの略なのですが、こちらでは言語や水平垂直や、ホットキーと呼ばれるショートカットボタンの設定もできます。先ほど、音量や輝度、入力切り替えはワンクリックでできますとお伝えしたのですが、こちらの項目を変更することができます。ここら辺は好みでショートカットを変えてもらえればと思います。最後にその他の設定項目となります。こちらでは入力切り替え、音量、自動電源などが設定できます。ということで設定項目のお話でした。こちらのモニターでの設定なんですが、特にリモコンなどもないため、すべてこの5つのボタンでの操作となります。決定と戻るがちょっとわかりにくかったり、上に行きたいのに戻ってしまったりと、操作するには少し慣れが必要かなと思いました。まあこういう設定はおそらく一番最初だけって方が多いかなとは思いますが、では続いて実際のモニターの綺麗さを見ていきましょう。シュラララ。ということでまずは完全に初期設定状態での映像からです。撮影しているカメラが iPhone なので、解像度がフル HD の 60Hz での映像となって申し訳ありません。なので、ここからは私が実際に感じた感想を参考にしてもらえればなと思います。まず初期設定状態での感想ですが、これでも十分に綺麗、と正直思ってしまいました。そう思った理由が、まず私が普段使っているモニターが、こちらのフル HD240Hz のゲーミングモニターなんですよね。もちろんリフレッシュレートに関しては、今使っているモニターの方が高いのですが、単純に解像度が 4K は、水平画素数、垂直画素数がフル HD の倍 3840×2160、総画素数がフル HD の4倍の約829万画素になるので、色の鮮やかさなどが断然に違ってきます。で、まあここで初期状態で褒めてばかりではあれなので、色々と設定もいじっていきたいと思います。ではまずは HDR を使っていきたいと思います。OSD ボタンからピクチャ設定の中に HDR を選択するとこがあるのでそこから選択をしていきます。画面が切り替わると HDR の項目に HDR 標準と変わります。モニターの設定が終わったら、Windows 上も設定していきます。システムのディスプレイから HDR を使用するにチェックを入れます。そうすることで HDR の使用が可能となります。設定手順としてはこんな感じになります。もし Windows 側から先に HDR をオンにすると、画面が白っぽくなってしまうので、必ずモニター側の設定から行いましょう。HDR なんですが、さらに細かい設定も Windows 上で設定できるみたいですが、これはやり出すとキリがないので、今回はこの辺は特に触らず HDR 初期状態で比較してみましょう。ということで先ほどの初期状態と HDR で並べてみました。どちらが初期設定でどちらが HDR オンかわかりますでしょうか？カメラの性能的にわかりにくいかもしれませんが正解は、このようになっています。見てた側の感想としては、やはり HDR オンにすると画面上でかなり明るいなって感じました。このシーンの芝の色味なんかも違いがわかるかなと思います。遠くの景色の緑具合もなかなか違う感じが出ていますね。
続いてはサイバーパンク2077での HDR での差を比較してみました。左から HDR なし、ウェブ配信、映画コンテンツ向けの PQ 方式パセプチュアルクワンタゼーション、HDR10SCRGB の3種類での比較をしてみました。あえて映像を止めずに、流した状態で比較をしようと思うのですが、確かに部分的に明るくや黒がはっきりとした印象ではありますが、正直 HDR オンとオフの差はあれど、そこまですごい違うかと言われると、サイバーパンクに関しては私はあまり差を感じれませんでした。もちろんこの辺は好みがあるので人それぞれではあると思いますが。では次。シュラララ。続いてはプロモードでの比較もしてみました。左から標準、sRGB、Adobe、DCI-P3 となっています。こう見るとかなり色味が違うのがわかるかと思います。基本的にゲーム向けというよりも綺麗な画像や動画向けのモードではあるんですが、私的には標準が一番見やすいかなといった印象です。実際に Apex をやってみたんですが、画面が明るくて綺麗だなといった印象がまず大きかったですね。まあその分パソコンの場合は、グラフィックボードに負荷がかかるので、4K で 160fps を出そうと思ったら、ゲームによってですがハイエンドなグラフィックボードが必要になってしまうんですけどね。あと使い方としては、このようにノートパソコンやミニパソコンを USB-C1 本で給電と映像出力の両方を賄うことができます。USB-C に関しては、最大 20V4.5A で 90W の USB 給電に対応可能となっております。ケーブルが1本で解決するのはいいわね。デスク周りがスッキリしていいですよね。最後にスピーカーもチェックしてみましょう。箱の見た目は、今までのインテルアーク同様、黒と青をベースにした見た目になっています。左下には XE スーパーサンプリングのアップスケーリングなどが書いてますね。では箱を開け。スピーカーに関しては、正直すごい良い音質のものとは言えなかったですね。スピーカーはおまけ程度についてると思って、スピーカーを使いたい方は外部スピーカーの購入をお勧めします。はい、ということで今回は、イノくん 27M2V をご紹介しました。あんた的にはこの 4K モニターどうだった？まずは良かったところから、4K160Hz に対応でディスプレイ HDR1000 にも対応。4K のゲーミングモニターだとまだ 144Hz が主流な中、それより上なのがすごいですね。さらに HDR1000 にも対応。そしてミニ LED のゾーン115に分割でとても鮮やかで綺麗な映し出しでした。USB-C で最大 90W まで給電と映し出しまでできるので、ゲーミングノートやミニパソコンの方だとケーブルレスで済むのが良いですね。そしてこれらの性能が入って10万円台前半というのが、恐ろしく安いかなと思います。ちなみに他社さんのモニターで同じ性能ぐらいのものを買おうとすると、安くても15万円以上はするので、かなり良いかなと思います。続いていまいちなところですが、スピーカーはかなり安っぽい音でした。本当おまけでついているぐらいで思っていた方が良いかと思います。OSD のボタンが結構押しにくいのもいまいちポイントでした。決定、戻り、移動などが直感的には操作しにくいなとも思いました。これは人によるのですが、ゲーマー向けの機能は少なかったです。私は使っていないのですが、FPS ゲームで暗所補正などをしてる人はそういった機能がないので、そういった機能が欲しい方には向いてなさそうです。そして最後に保証が1年というところです。最近は3年のものが増えてきたので、3年ぐらいは欲しかったなと思いました。とまあ色々上げてみましたが、このモニターが最高すぎるのでこれからメインモニターとして使っていきます。まあそうなるわよね。ということで今回はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。